東京都目黒区で3月、船戸優愛ちゃん、5が死亡した、虐待をしていた疑いで、父優太容疑者、33と母ゆり容疑者、25が警視庁に逮捕された。優愛ちゃんは、2018年1月に東京に来るまで、一家で香川県善通寺市に住んでいた。県や児童相談所は、どのように対応してきたのか、ツアー型の記録からは、一家の歪な関係が浮かび上がってきた。ツアー型西部子ども相談センター、児童相談所が、初めて虐待の疑いを認知したのは、2016年の夏だった。この年、ゆり容疑者は優太容疑者と再婚。優太容疑者は4月に、隣の三豊市の会社で働き始めたという。8月25日、近所の人が、子供の泣き声がひどいと自称に通報した。ゆり容疑者は、19歳でゆあちゃんを妊娠した時、若年妊婦として善通寺市の保健師がケアしていた。自称は市の保健師に問い合わせたが、出産当時の記録では、虐待をする兆候や育児に困っているような相談歴もなかった。自称は、ゆあちゃんが通う幼稚園に問い合わせたが、園の回答は、特に問題はない。家を訪ねたが不在だった。これらの情報から、自称は保護ではなく、簡易相談事案として様子を見ることにした。翌9月には、弟が生まれた。9月5日の記録には、第2子出産のため、検診などでゆあちゃんのフォローをなどと記された。その後墓予報などもなかったが、12月25日のクリスマスの日に、ゆあちゃんが一人で外に出されているところを、近所の人が目撃。通報から香川県警がゆあちゃんを保護し、自称が対応することになった。この時、病院では、下唇が切れ、まぶたの上には、たこぶがあったと診断された。担当した医師は、日常的な虐待の傾向があると診断書に記した。ゆあちゃんは軽度の傷ではあったが、虐待ケースとして自称に一時保護された。人児保護施設では、担当の職員にとても懐いており、楽しそうに過ごしていたという。担当職員はゆあちゃんについて、可愛らしく、よく甘えてくる子だった。そして明るく、とても人懐っこい子供だったという印象を持っていた。年が明けた2017年の1月29日、親子面談があった。お父さんへ言いたいことはないか、と問われたゆあちゃんは、気持ちを口でうまく言えないと言った。優大容疑者はゆあちゃんに手を挙げたことを認め、悪かった。もうしない。できるだけ優しくするから、いい子にしててくれなどと謝った。ゆあちゃんは、久しぶりに会った両親を、バイバイと、元気に見送った。言えない気持ちは、手紙にすると話し、覚えたての文字でスラスラと手紙を書いていたという。この親子面談の様子、そして幼稚園での見守りで毎日様子を確認できるという判断で、2月1日、一時保護が解除された。ゆあちゃんは自宅に戻った。優太容疑者は、香川県警に傷害容疑で書類送検されたが、後に不起訴になった。初めての人質保護だったので、指導措置はつかなかった。この措置がつくと、保護者は児童福祉司の指導を受けることになり、従わない場合は子供が一時保護されたり、強制入所させられたりする。措置がないからといって、何もないわけではありません。常に様子を見て、とにかく本人確認ができる体制を整えるため、家庭訪問を続け、民間との連携を進めていたと県の職員は話す。この頃は、行政の呼び出しや指導にも、拒否することなく応じていたという。2月23日、幼稚園からの聞き取りでは、元気で変わりないが、食べ過ぎる傾向があったと報告されている。父親は、普段は仕事で忙しく、帰宅は深夜に及ぶことが多かった。そのため、子供たちと話す時間はほとんどなかった。その後、3月14日の家庭訪問では、徐々に父子関係に改善が見えてきていたという。慈愛から一家を中止するよう伝えられていた地元の丸亀署では、警官が頻繁に見回りに回っていたという。2月19日、一人で外にいたゆあちゃんを警官が目撃した。つぼは、一緒に遊んでいて、
私だけちょっと家に戻っていただけだったと話した。しかし、ゆあちゃんは怪我をしている様子で署で身柄を保護し、病院での診察をすることになった。筒下が切れて唇に赤い傷があり、両膝には擦り傷、お腹には5センチ程度のあざが見られた。傷について問われたゆあちゃんは、病院の医師に、お父さんに叩かれたと訴えた。だが、両親は、転んだだけ、叩いたわけでないと否定した。この件を受けて、2回目の一時保護が決定した。この頃、ゆあちゃんは、パパ、ママいらん、前のパパが良かったというようになっていた。だが、5月14日の親子面談では、一時保護所の心理師に、おもちゃもあるし、お家に帰りたいと話すこともあった。師匠は、育児支援対策室や子どもメンタルヘルス科のある全通寺市の四国子どもと大人の医療センターに協力を仰ぎ、ゆあちゃんが病院のセラピーを受けることや、祖父母の家に定期的に預けること、叩かないことなど5つの約束を両親と取り付けた。雄大容疑者は5月にも傷害容疑で書類送検されていたが、再び不起訴になっていた。そして慈愛は、7月31日に、指導措置付きで保護を解除した。父親は、師匠の聞き取りに対し、きちんとしつけないといけないからと繰り返し説明していた。県の職員は、5歳児に対して、父親が過大な期待をしていた。とにかく養育や作法について、強いこだわりが見えたという。細かなこだわりは、ゆあちゃんの言動からも推し量られた。ゆあちゃんは職員に対し、勉強しないと怒られるからと伝えていた。人に会うときは、しっかりお辞儀をして、挨拶をしないといけない。ひらがなの練習をしないといけない。歯磨きは自分でやり、怠ってはいけない。太りすぎてはいけない。また、ゆうた容疑者は体重に対しても異常に気にする素振りがあり、ゆり容疑者に、子供はモデル体型でないと許さない。おやつのお菓子は、市販のものはダメだ。手作りしろ。野菜中心の食事を作れと言っていたという。また、一時保護を解除した時にした。祖父母の家に定期的に預けるという約束も、祖父母は子供を甘やかす。歯磨きすら一人でできなくなる。だからもう行かせたくないなどと言い、だんだんと預けることがなくなったという。ゆあちゃんは、家に戻されてからも、週に1つ2回程度、全通寺市の子供科、児童センターか四国子供と大人の医療センターに通うようになった。一時保護が解除されて1週間ほど経った8月8日、児童センターにゆあちゃんとゆり容疑者が来なかったことを不審に思った職員は師匠に連絡を入れた。だが、特に虐待の兆候が見られたわけではなく、8月中もゆあちゃんは4回児童センターへ来た。その後、児童センターは遠くて遠い、憎いというゆり容疑者の申し出から、家に近い医療センターへ通うことになった。8月未日日、医療センターに訪れたゆあちゃんを、医師が診察したところ、怪我をしていることが分かった。医療センターは慈愛へ報告、こめかみにあざがあり、太ももにもあざがあると伝えた。ゆり容疑者は、怪我を特に隠す様子はなく、気がつかなかった。私は見ていないので、わからないと返答。しかし、ゆあちゃんは、お父さんが叩いたの、お母さんもいたんだと訴えた。これに対し、ゆり容疑者は、最近、ゆあはよく嘘をつく。家ではしつけも厳しいし、一時保護所の居心地が良かったので、そこに行きたいがために、そういうことを言っていると説明をした。あざは数メートルであったことや説明などから、師匠は虐待と判断するかどうか見極めが厳しかったという。何より、一時保護をしたくても、2ヶ月以内の短期的な親子分離はできるが、長期的な分離を考えたとき、家庭裁判所の許可が下りないレベル、文末の補足を参照と判断。親との関係性を築き始めた中で、無理やり一時的に親子を引き離す。介入的関わり方をした場合、対立的関係になり、かえって親の師匠に対する反発を強めて、師匠が関われなくなる恐れがある。寄り添って親のケアを含めて関係を切らないことが安全だとし、引き続き、
医療センターなどを通じて見守りをしていくことに決めた。つこの騒動後、自称は9月8日に家庭訪問をしている。この時、ゆり容疑者はゆあちゃんの最近の様子について職員に、父親が怖いという気持ちはあると思う。だけど、父親は遅くに帰ってくるので、接する時間が少ない。なので、ぎこちないけれど話をすることもある。土日には祖父母のところに行っていると言った。父親のゆうた容疑者についても、できないと、すぐ怒って手を挙げてしまっていた以前とは、違うように接していると説明した。この日、ゆあちゃんに朝は見られなかった。ただ、9月13日に様子を確認した際に、太ももにまたあざが見られた。しかし、この日ゆあちゃんは、父親に殴られたとは言わなかった。8月末と同じように、一時保護ができるレベルではなかったという。幼稚園を辞め、日々の確認も難しくなったので、警察署や病院、市の子ども課と連携をし、定期的にゆあちゃんの様子を直接確認できるように体制を強化した。これ以降、ゆあちゃんにあざなどの怪我は確認されなかった。この頃、ゆあちゃんは医療センターで行われていたアートセラピーが好きで、週に2回ほどの頻度で通っていたという。このセラピーは、言葉でうまく気持ちを表現できない子供や、自己主張が苦手な大人でも利用される手法の一つだ。ツアート、芸術とサイコセラピー、精神療法の2つの要素を併せ持ち、絵を描いたり話したりしながら、自分の思いを表現していく。ゆあちゃんの生活にも、改善の兆しが見えていた。10月23日の家庭訪問では、ニコニコと笑顔を見せて会話をし、月末に訪問した時は、どうぞと元気よく玄関を開け、職員を迎え入れてくれたという。アートセラピーについては、いろいろ話を聞いてもらえると、とても気に入った様子だったという。だが、ゆり容疑者は、もうすぐ仕事の都合で、東京へ引っ越すことになっていると話すようになっていた。ゆり容疑者は、引っ越しても、同じような病院を紹介してもらうと職員へ伝えていた。しかし、もうすぐ小学生に上がるので、期間が短いし、幼稚園や保育園には預けるつもりはないとも言っていた。転居によりケアが途切れることを恐れた職員は、社会的なつながりが途絶えてしまうと懸念し、園に入るよう強く勧めた。11月末の家庭訪問では、少し陰った表情をしていたというゆあちゃん。しかし12月に入り、ゆうた容疑者は先に東京へ引っ越した。週一回ほどのペースで体重を測っており、だんだんと体重は増え、2018年1月上旬には 16kg を超えていた。ゆあちゃんに怪我もなく、健康的な生活ができていたため、検診をした1月4日、自称は署内協議をして指導措置を解除した。父親がいなくなったからもう大丈夫、などという安易な判断ではなかった。親子としての改善ができてきたように見えていたという。自称は解除の理由について、指導ではなく、ケアや支援が必要なケースだったと話す。ゆあちゃんたちは後追いで、1月8日に引っ越すと、ゆり容疑者は伝えていたが、転居先については固く何言わなかった。1月中旬にゆあちゃんと弟を連れ、ゆり容疑者は東京へ行った。それを受け、自称は1月18日に市を経由して転居先を調べた。1月23日に転居先が分かり、すぐに管轄である品川児童相談所へ連絡をした。1月29日には、緊急性の高い案件としてケース移管することになった。担当者は、すぐにでも本人に会って確認をしてほしい。指導措置は4日に解除になっているが、指導を積極的に続けてほしいと伝え、数百ページあった2016年8月からの全記録を送付した。弟の検診もあるため、引き継ぎの際には、検診の時にゆあちゃんの確認をしてとも頼んでいた。品川自称は、転居で環境も変化している。どこまでできるかわからないが、対応は考えると答えた。品川自愛では、緊急受理会議が開かれ、ケース移管の受理が決定した。しかし、その後2回ほど、ケース移管でしたか、情報提供でしたか、と問い合わせがあるなど、すれ違いが見られた。
県はその度にケース移管であり、緊急性が高い、終結したケースではない、早く会って本人確認をと伝え、2月後、6日には母親に電話を入れた。しかし、由里容疑者が電話に出ないため、7日に雄大容疑者へ電話をした。品川次長に引き続きケアをお願いしている旨を伝えると、雄太容疑者は、それは何なんだ、強制なのか、任意なのか、と憤りを見せた。挨拶もしており、地域の行事にも参加している。近所との関わりもあるのに、自称の職員が訪ねてくるなんて、周りから変な目で見られるので、嫌だと受け入れる余地がなかった。ツアー型派、引っ越したばかりで落ち着かないだろうから、香川県の慈愛もまだ管理を持たせてもらいますと伝え、品川次長についての紹介をした。しかし、2月9日に品川次長が家庭訪問をした際、ゆあちゃんには会えなかった。訪問の連絡をしていなかったこともあり、対応した由里容疑者は、弟はいるが、ゆあは出かけていていないと答えた。連休が明けた2月13日、あがたが品川慈愛へ確認の連絡を入れると、信頼を築くにはまだ時間がかかる。警戒されてしまった部分があると伝えられた。筒あがたの職員は焦りを募らせていた。この職員は取材に、指導措置があるから対応する。措置がないから安全というわけではないのは、分かっていると思っていた。香川にいた時は少なくとも週に1つ2回は本人に会えていたので、かなり心配な状態だったと話した。一方で、医療センターも、母親と連絡が取れないと心配し、品川次長に今までのアートセラピーの情報やあちらの医療機関について伝えるため、資料提供を申し出ていた。すでにゆあちゃんが東京へ引っ越してから、1ヶ月が経とうとしていた。幼稚園や保育園にも通わされず、ほとんど周囲とのつながりを絶たれていたと見られるゆあちゃんは、弟の検診にも、そして2月20日にあった小学校の説明会にも、現れることはなかった。この間、品川次長が本人の姿を確認することは一度もなかった。そして、3月2日、ゆあちゃんは12日まで痩せた状態で亡くなった。品川次長は3月に事件が発覚した際、取材に対し、香川県から援助を引き継いだものがなかった。そのため品川次長の援助方針が決まってなかったなどと回答していた。なぜこのような痛ましい事件を防げなかったのか。現在、香川県と東京都で検証が進んでいる。補足、長期の親子分離について、厚生労働省によると、長期にわたって親子分離をしようとするには、施設へ入所させるなどの措置を取るが、その場合、原則として親権者の同意が必要だ。一時保護は自称の判断で実行できるが、児童福祉法に基づき、原則2ヶ月以内と定められている。その期間内に子供を家に戻すかどうかを自称は判断しなければいけない。親権者などが長期の分離に同意しない場合、児童相談所の所長が家庭裁判所に児童福祉法28条1同じの承認の審判、28条審判を申し立て、そこで承諾を得る必要がある。家庭裁判所が審判で承認を出す条件は、児童を虐待し、著しく監護を怠り、保護者に監護させることが著しく児童の福祉を害する場合、今回のケースで、香川県の自称、西部子どもセンターが、家庭裁判所の許可が下りないとしたのは、ゆあちゃんの虐待について把握した事実では、28条審判を申し立てても、家裁の審判で長期分離が認められる条件を満たさないだろうと判断したことを指す。